皆さん、こんにちは。ゆいです。こんにちは、あきらです。今日もよろしくお願いします。いきなりですが、あきらさんは自分の声を録音して聞いたことってありますか？自分の声の録音ですか？もちろんありますよ。動画の編集をするときとかよく聞きますね。そっか、あきらさんはそういう作業が多いですもんね。私は昨日本当にショックなことがあったんですよ。え、ショックなこと？何があったんですか？実は昨日、友達に LINE で音声メッセージを送ったんです。文字を打つのがちょっとめんどくさかったので。なるほど。最近は音声メッセージを使う人も増えましたよね。歩いている時とか便利ですし。そうなんです。それでメッセージを送った後になんとなく自分の声を再生して聞いてみたんですよ。なんとなく結果が想像できましたよ。もう本当にびっくりして、え、これ誰の声って思わずスマホを見返しちゃいました。自分の声じゃないみたいだったんですね。そうなんです。自分が思っていた声と全然違って、すごく変な声に聞こえたんです。それは誰もが一度は経験する道ですね。今日はその自分の録音した声のショックについて話してみましょうか。本当に恥ずかしかったんですよ。私自分で話している時はもう少し高くて可愛らしい声だと思っていたんです。あはは、自分でハードルを上げてましたね。そうなんですよ。でも録音された声を聞いたらなんかすごく低くておばさんみたいな声だったんです。おばさんみたいって、それはちょっと言い過ぎじゃないですか？普段のゆいさんの声ですよ。いやいや本当にショックでその友達へのメッセージを取り消したくなりました。でも既読になってたからもう手遅れで。送信を取り消したくなる気持ち、わかりますよ。僕も初めて自分の声を録音で聞いたのは中学生の頃でした。中学生ですか。その時やっぱりびっくりしましたか？しましたね。英語の授業で自分の発音をカセットテープに録音する宿題があったんです。カセットテープ、時代を感じますね。そうですね。それで再生してみたら、発音が下手なことよりも、声そのものが気持ち悪くて、何度も録音し直しました。やっぱりアキラさんもそうだったんですね。ちょっと安心しました。私だけがおかしいのかと思ってました。いえいえ、世界中の人が同じような経験をしていると思いますよ。人間の体の作りに関係しているんです。体の作りですか？つまり、録音の機械が悪いわけじゃないってことですか？そうなんです。実は私たちが普段自分で聞いている声とマイクが拾う声は伝わり方が違うんですよ。伝わり方が違う。どういうことですか？ゆいさん、骨伝導って聞いたことありますか？骨で伝えると書くんですけど、骨伝導。最近よくお店で見かける耳を塞がないイヤホンのことですよね。その通りです。私たちが自分で話しているとき、声の振動は空気だけでなく頭蓋骨を通っても耳に届いているんです。頭蓋骨を通ってなんか不思議な感じがしますね。両手で耳をしっかり塞いで声を出してみてください。あーって。はい、やってみますね。耳を塞いで、あー。声が頭の中で響いています。それが骨伝導の音なんです。骨を通って響く音は少し低くて深みのある豊かな音になるんですよ。なるほど。だから私が普段自分で聞いている声は少し響きがあっていい声に聞こえるんですね。そうなんです。脳内で自動的にフィルターがかかって魅力的な声に聞こえるようになっていると言ってもいいかもしれません。脳が勝手に私の声を美化してたってことですか？なんか少し恥ずかしい事実ですね。恥ずかしがることはないですよ。自然な体の仕組みですから。一方で、録音された声はどうでしょうか。スマホのマイクに入った声ですよね。
頭の骨は通っていないはずです。正解です。マイクが拾うのは口から出て空気を伝わった音だけなんです。これを気動音と言います。空気を伝わるから気動音ですか。じゃあ、骨の響きが全くないペラペラの音になるってことですか？ペラペラとは言いませんが、骨を通った時の低音がカットされているので、普段自分が聞いている声より高く軽く聞こえることが多いですね。あ、確かに録音した私の声、少し上ずっているというか、軽薄な感じがしました。自分が聞き慣れている声とあまりにも違うので、脳がこれは自分の声じゃないとエラーを起こすんです。それが違和感やショックの原因ですね。なるほどな。科学的に説明してもらうとすごく納得できます。私が悪いわけじゃなかったんだ。誰も悪くないですよ。ただ、自分の耳と録音機で聞いている情報が違うだけなんです。でも、アキラさんここで一つ恐ろしい事実に気がついてしまったんですが、恐ろしい事実、なんでしょマイクが拾っている空気を伝わる音が録音された声なんですよね。はい、そうです。ってことは、普段友達や家族、アキラさんが聞いている私の声って、あの録音された変な声の方ってことですか？その事実に気づいてしまいましたね。はい、周りの人は、ゆいさんの骨の響きを聞くことはできませんからね。へえ、嫌だ嫌だ。私あんな声でずっとみんなと話してたんですか？すごく恥ずかしいです。落ち着いてください、ゆいさん。録音された声は、ゆいさんにとって変な声に聞こえるだけで、他の人にとってはいつものゆいさんの声なんです。でも、すごく違和感があるんですよ。あんな声で話しかけられたら、みんな変に思わないのかなって。周りの人は、ゆいさんが自分自身で聞いている骨伝導のいい声を最初から知りませんからね。比較対象がないんです。あ、そっか。みんなにとっては録音されたあの声が 100% の私ってことですか。そうです。僕も今、ゆいさんの声を聞いていますが、録音されたゆいさんの声と全く同じに聞こえます。とても自然で素敵な声ですよ。本当ですか？アキラさんにそう言ってもらえると少しほっとします。自分だけが理想の声とのギャップにショックを受けているだけで、他人は全く気にしていないんですよね。なんだか一人相撲みたいですね。自分で勝手に期待して勝手に落ち込んでたみたいです。最近は特に自分の声を聞いてショックを受ける人が増えているみたいですよ。どうしてですか？みんな私みたいに LINE の音声メッセージを送ってるからですか？それもありますが、一番大きいのはオンライン会議ですね。Zoom とかで仕事をする機会が増えたじゃないですか。わかります。たまに相手のスピーカーから自分の声が山彦みたいに返ってくることありますよね。そうです。エコーですね。あれで不意に自分の声を聞かされて、うわってなる人が多いらしいんです。すごくわかります。私もエコーで自分の声が聞こえた瞬間、恥ずかしくて急に喋れなくなったことがあります。それに今は誰でもスマホで簡単に動画を撮って SNS にアップする時代ですからね。確かに、友達のインスタのストーリーに自分が映ってて、自分の話し声が入ってるとすぐスキップしちゃいます。徹底して避けてますね。でも、これだけ自分の声を聞く機会が多いと、ずっと避けているわけにもいかないんじゃないですか？そうなんですよね。これからも音声メッセージも使うだろうし、どうにかしてこのショックを克服する方法はないんでしょうか？克服する方法ですか？実はいくつか効果的な考え方や練習方法があるんですよ。本当ですか？ぜひ教えてください。もう自分の声に怯えながら生活するのは嫌です。まず一番効果的で一番シンプルな方法は、とにかく何度も聞いて慣れることです。それが一番やりたくない方法ですよ。拷問みたいじゃないですか。気持ちはわかります。でも違和感の正体は、
脳が聞き慣れていないからというだけなんです。つまり、毎日聞いていれば、脳がこれが自分の本当の声だって学習してくれるってことですか？その通りです。僕も最初は自分の声が嫌いでしたけど、動画の編集で何百回も聞いているうちに何とも思わなくなりました。あきらさんのその落ち着きは何百回も聞いた結果だったんですね。ちょっと尊敬します。別に尊敬されるようなことじゃないですよ。ゆいさんも例えば本を音読して、それをスマホで録音して聞いてみるのはどうですか？想像しただけでちょっと鳥肌が立ちますが、でもやってみる価値はありそうですね。最初は10秒とか短い時間でいいんです。あ、私は外ではこういう声で話しているんだなって客観的に認めるのが第一歩です。客観的に認めるですね。わかりました。今日から毎日日記を読み上げて録音してみます。いきなり毎日ハードな練習を始めますね。無理しないでくださいね。やると決めたらやるタイプなんです。でも、もし挫折しそうになったら、他にも方法はありますか？もう一つの方法は、声質ではなく、話している内容に意識を向けることです。話している内容に意識を向ける？はい。録音を聞くとき、みんな声が高いとか変な響きだっていう表面的な音ばかり気にしてしまうんです。確かに、昨日の LINE の音声も、こんな声だっけってことしか考えてなかったです。何を言ったかは二の次でした。言葉って相手に気持ちや情報を伝えるための道具ですよね。声が少し想像と違っても伝えたいことがしっかり伝わっていればそれでいいと思いませんか？あ、言われてみればそうです。私が元気って聞いたメッセージ、友達からは元気だよって普通の返事が来ました。そうですよね。友達はゆいさんの声質を評価しているわけじゃなくて、ゆいさんが心配してくれたという内容を受け取ったんです。なんかすごくいい話ですね。声がどうとか気にしていた自分がすごく小さなことにこだわっていた気がしてきました。自分の声に厳しいのは自分自身だけなんです。コミュニケーションの本来の目的にフォーカスすると、声へのコンプレックスは少し軽くなりますよ。おー、素敵な褒め言葉ですね。それは嬉しかったんじゃないですか？その時は嬉しかったんですけど、昨日録音を聞いてこんな変な声なのにって一瞬疑っちゃったんです。でも、その友達が聞いていたのは、まさにその録音されたのと同じ、ありのままのゆいさんの声だったんですよね。そうなんですよね。友達が好きだと言ってくれた私の声を私自身が嫌うのはもったいないなって今気がつきました。とてもいい気づきですね。自分の声って指紋と同じように世界に一つだけの個性ですから。個性ですか。確かにこの声があるからみんな私だって分かってくれるんですもんね。そういうことです。違和感はいつか必ず消えます。だから自分の声を嫌わないで大切にしてあげてください。はい。まずは今日から短い時間でも自分の録音を聞いて慣れる練習を始めてみます。応援していますよ。次に LINE の音声メッセージを送るときは堂々と送れますね。友達に無駄に長い音声メッセージを送りつけないように気をつけます。さて、今日は自分の声を録音で聞いた時のショックについて話してきました。骨伝導と気伝導の違いを知るだけですごく気持ちが楽になりましたね。リスナーの皆さんも自分の録音した声を聞いてびっくりした経験はありますか？もしエピソードがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。みんなで恥ずかしさを共有しましょう。今日の話題が面白いなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。
日本語のリスニング練習にも使ってくださいね。ちなみに今日の会話のスクリプトは一番上の固定コメントから見ることができますよ。聞き取れなかった言葉があれば、スクリプトを読みながらもう一度聞いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで聞いていただきありがとうございました。バイバイ。